そのわけで今日何かって言ったらさ、以前っていうか前に藤田さんとこ藤田金属さんとこお邪魔させていただいた時にさ、最後さ、藤田社長、いろいろさ中小企業あるある的にさ、結構辛かったぜエピソード言ってくれたとか、それだけまとめようかなと思って、ああいうのなんか聞いてて励みになるよね。励みになる頑張ろうと思う。すごい長い歴史ある会社でさ、でもかなりきつい時期あって、その時入社しはんねんか。あ、そうね。そうでその時のエピソードを今からちょっとご覧いただくということで、はい、それでは見てください。どうぞ。めっちゃいいっすね。めっちゃいい会社っすね。もうほんまにね、僕入った時悲惨でしたから。あ、ほんまですか。何年前ぐらいなんですか、入った時。17年、8年前。はい。やばいっすよ。だってもう提案行っても、もう値段のことガンガン言われて、でもなんていうか、もう本当時にはちょっとこう物を投げる的に、はい、もういらんよみたいな感じなんですよ。バイヤーってはみたいな感じでこっちからしたら、でも言われへんし、立場上、もうその頃そこもうメインの大き先はそういったところやったんで、辛抱せな感じ。めちゃめちゃきつかった。なんてもう未来のない世界に行きたいな。もうかれこれ18年目ですから。だから入ってた時、本当みんなに言われましたよ。来る業界間違えてるってめちゃくちゃ言われましたよ。でどうやって流れが変わってきた感じなんですか。うちらアルミ製のタンブラーが当たったんですよ。ああ、ヒットした。アルミ製のタンブラーがたまたまヒットして、それでなんとか持ちこたえたというか、よかったっていう感じになって、でそこからその矢先に鉄フライパンをちょろっと作ってたんで、鉄フライパンが結構なんやかんや反響良くて、でそのタイミングでもう結局既存の売り先やったらあかんなっていうところから、やっぱり他の展示会、得意先の展示会じゃなくて、そのビッグサイトでやってる牛都ショーみたいな、ああいう大きいそういう展示会に出なあかんなっていう話になって。ほんで出始めたんですよ。じゃあまだまだ知らん売り先がめちゃくちゃあって、ああ、そっか、大手以外にもいっぱいあるよとか。ほんで引き合いがめちゃくちゃ来たんですよ。いろいろ。ほんで新規取引がめちゃくちゃ増えて、ほんでそれができていって毎年も出すようになったんですよ。で毎年出すたびにもう引き合いを、だから初めは1コマやったんですよ。だから 3m×3m のちっちゃいやって、ほんでそれが2年ぐらい続いたんですかね。でその後から 2コマにして、で2コマにしたら、それ以上のまた反響の倍以上の、結局1コマやったら埋もれるじゃないですか、ああいうので素通りとかされてたのが結構2コマになったら、ちょっとまだ違うお客さん来たりとか、これ2コマしてよかったらすぐ戻されるやんみたいな、その倍のお金かかってる。ほんで一昨年からかな、一昨年から3コマにしたんですよ。3コマにしたらまた変わりますそんなもん。いやほんまに見事にその倍々です。ほんまにだからすぐ戻されます。だから大きかったら大きいほどやっぱり注目度も高くなるじゃないですか。でやっぱ泊まる人も多くなるんですよね。でそれがなんか結局良くて、でもここずっと最近は3コマにしますね。9年前もフライパンが一応9年前は普通にあれですね、多分その9年前とはもろにタンブラーが白く打っちゃいます。それまでその前とかやったらもう先作った小さい急須とか、うちは天ぷら鍋とかやってるんですけど、もうそっち側なんで全然あれです。僕フライパン発信なんかな思ったんですけど、全然金属加工から入ってるんですね、言うたら。フライパンは45年ぐらい前にやってて、1回廃盤にしてるんで、廃盤にして10年前に復活みたいな感じで。じゃあタンブラーでいい代わりみたいな。そうで今こんな感じ、ライスとか。初年度のフライパン4000個ぐらいしか出てないんで、それがもうずっともう売買ゲームで増えていって、いう感じです。今増えていくのってあれですか、流通に乗っていく感じですか。本当そう。今フライパン年間どんぐらい出るんですか。今15万個ぐらいですね。15万個すごい。まだでも少ないですよ。分母からしたら少ない。だって今日本国内のフライパンの流通数2900万個ぐらいあるんで年間。めっちゃそのうちの15万個なんで、だから全然増えてます。それ全部奪おうとしたら相当な量になるけど、でもそうないですよ15万って。全部増えましたね。全部こう作ってるんですよね。全部。まあ今はちょっとあれかもしれないですけど、一時期も多い時やったら月に1万何個とかやるんで。やばいな。1万。母下から弟やってます。一日。プレスもあるんで、プレスで作るやつもあるから。まだまだこれからですけど、
キー系な感じですいやいやいやちょっとお金かけすぎたからちゃんとほんまに売らなあかんなと思って結構行きましたねほんまにちゃんと売らなあかんわじゃあもう長いしも面白いですで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか？あ、どうぞどうぞ、全然。ありがとうございました。お忙しい時にすみません。ちょっといろいろ撮らせてもらって。まだ復帰してたけど。じゃあ、どうもすみません、お忙しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ、またそうしたらお邪魔させぜひともてもらいます。お願いします。また伺います。はい、ありがとうございました。まあ、そんな感じのインタビューでした。で、まあまあ、いろいろ、こう、俺らもさ、仕上げの時とかさ、いろいろ、まあまあ、藤田さんほどじゃないけどさ、結構辛いものあったけどさ、なんかいい話もなんか同時にいっぱいあったやんか、これがこんだけの数来たらこうなるとかさ、そういう話いっぱいあったやんか、なんかいい話はちょいちょい来んねんけどな。けど全部良くなったことって一度もないよ。虎の樽抜けの川山用でいつもこれがこんだけ来るって言ってるんやったら、サンプルこう作ってほしいって、これぐらい注文あるからみたいな感じで言われて、これやったらこれぐらいになるやんみたいな感じで喜んでたら、その本番の生産はこうへんとかな。そう、大体なくなるとか全部買えんからね。大概いい話は嫌なんじゃないよな。ただ売り上げには繋がらなかったよな。ほんのそのひととき電卓触ってる時の幸せな気持ちだけはこんだけ来たらね、いいけどな。けど嬉しい。結局ね、まあ結局のところあれやな、やっぱ藤田さんも言ってるけどさ、直販で、自分で販路開くしかないって言ってたやんか、でも結局そこやでな、俺らにしてもフライパン作ってから財布作ってるからだけさやからな、結局売り上げ上げようと思ったら楽な道はなく、結局は自力やからな。結構自力やね、いろいろアイデア出していろんなところに出してで当たったところにちょっとでも引っかかったところに食らいつくっていうか、食らいついて食らいついて食らいついてぐらいしかないもんね、そのぐらいですよね、できることがあればで今発表するけど、今回まだ 4K で撮影してますんでそれ毎回言ってない 4K 俺分からんし、あんまりその凄さで一回家帰でテレビ見ることで、しっかり見ますんで、まあそんな感じで我々もちょっと直販これからも、藤田さん見習って頑張っていこうという動画でした、最後ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。でまあ4K で撮った 4K で撮ったって言ってるけどさ、映像ばっか綺麗にして映像ばっか綺麗にしてるけど、今日ですよ、母親からね開くこっち来なさいと、親戚のおじさんがね動画見てるんだよって、毎朝電車の中で見てくれてんだよ。でもおっちゃん言ってたよって、ひろあきもっと暗情喋らせろ暗情喋らせろって表現かまあ分かりやすく言ったら聞き取りやすく話せってことだろ。おもろいけど、あいつ何言うとるか分からへん言われてるっていう、これに関しては俺が一番思ってるかもしれないそうやな、編集してるの自分やもんな、まあ、編集しとって、俺自身何喋ってるか分からんから、テロップ入れるにしても、ひどかったらカットしても俺何言ってたか思い出されへんから、思い出されへんし何言ってるか分からんし聞き取られへんっていうので、てかみんなに言われてるよな、ほんまに。みんなにお前の友達にも言われてるし、親戚にも言われてるし、コメントでも言われるし、お客さんにも言われるし、スタッフにも言われるし、それジュリアンも言ってんで、何より俺自身そう思ってる娘にも言われてるよ、そうやって。だからね、ちょっとね滑舌もっとはっきり分かるように、低い声でちょっと音シャープにします、これから。そうできんの？高い音出します。一回やってみよう。聞こいや、モスキート。える？ずっと喋ってるけど高い高音でそれはあかんのじゃん、逆に。動いてるな。聞こえた？全然聞こえない。口動かしてる音だけや。高すぎやんかな、音高すぎや、もうちょっと下げよう。高すぎた。モスキートすぎた。モスキートすぎるわ、ちょっまあそんな感じでした。またね、全然関係ないんですが、本日ね、ちょっとクリーマーさんからね、インタビュー、ブログのインタビューですか、あれ。ブログ用のインタビューかな。まだ受けましたんで、クリーマーさんのホームページですか、あれ。載せてる。クリーマーのホームページっていうか、まあ、サイトサイトですかの、いつなのかな、いつって言ってたのか、ちょっと覚えてないけど、まあ、今月か来月ぐらいに載る予定です。まあ今回はね割とちゃんと喋ったんでね以前わざわざ東京からお越しいただいた時にさわざわざ来ていただいたにもかかわらず加減なことしか言わんかったからさ今回ちょっとその反省以外してちょっとちゃんと喋らせていただきました、ちゃんと真面目にカメラもきっちり用意して2回目でやって2回目でやったけど、ほんで最初に2回目プチって書いた時ちょっとってなってもらった笑ってはいけないけどち
しかもほんでこんだけセットしまくってマイクもセットして向こうの声拾われへんかったからだから分かった自分の特性が映像だけにフォーカスするっていうねほんで最終的にイヤホン2人でなんか恋人つなぎみたいな感じにしてもうずっとそのイヤホンとこのマイクゴリゴリしないとずっと気になってここで枝分かれするからこのマイクなすってないとめっちゃ気になったわ。まあそんな感じでまた乗り次第、ご報告させていただきますので、皆さんも読んでいただけると嬉しいです。はい、まあそんな感じでした。さよなら。